毛糸に当たって針が折れてしまうとか、深く刺す時にね針が折れてしまうって質問、角度を変えて絶対に抜いてるわけ。もう絶対にそれ。はい、お疲れ様です。西田前の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。久々にちょっとね、作業しながらのね、フリートークをしていきたいなと思います。で、質問にね、あったんだけれども、ベースを作るときに、これ見えるかな？体のベースを今作ってんだけど、こうやってさ、最初こう、毛糸で巻きつけてね、この体のその中心部分っていうのを僕はこう、固める必要がないように毛糸でギュッと圧縮して、それでこうある程度の硬さを出してるのね。でそれを表面をこういう風にわたわたとかね、ランビエ使って固めていくんだけれども、この時にどうしてもさ、こう毛糸に当たって針が折れてしまうとか、深く刺す時にね針が折れてしまうって質問、結構ね何回か今までも来てたんだけど、それねちょっとね解説しておくと、毛糸でね折れることはないんだよね。なぜかって言ったら、同じ、要はさ羊毛素材なんだから刺さっていくわけ、全然ね。でこれで折れちゃうっていうのは、刺す時より多分ね、抜く時に針のこの角度を変えて絶対に抜いてるわけ。もう絶対にそれ。とにかく針を折らないためには、まっすぐ刺してまっすぐ抜く、まっすぐ刺してまっすぐ抜く、それがねすごく重要です。例えば僕のレッスン動画なんかもそうだけど、フェルト教室通ってる人なんかは先生の動き見せたらそうなのかもしれないけど、例えば慣れてる人だったらこうやってね、すごい早く刺せるから、その動きを見てこの動きを真似してね、やろうとしすぎると、多分ね、抜いてないうちに次のポイントに動かそうっていう意識が強くなっちゃうから、だから針が折れちゃう。僕もね、最初の頃そうだったし、そうだね、今でもそうなんだけど、これわかる？針が曲がってんのね。針が曲がってんのはやっぱりこう、早く刺して次に行きたい時にこうやってやってる時に、やっぱり動いちゃうから、だから針に負荷がかかってこうやって曲がってしまう。これはもう良くない刺し方なんだよね。で、やっぱりこうやって綺麗にまっすぐのまま、ちゃんとまっすぐ刺してまっすぐ抜く、まっすぐ刺してまっすぐ抜く。これがもう絶対に鉄則だから、これを守ること。でこういうどんなホルダーについてるニードルも同じね。とにかくまっすぐ刺してまっすぐ抜く。で、早く刺したいんだけど、慣れないうちはね、こういう風にやったらいいよ。まずね、刺すポイントっていうのは1箇所。1、2、3、4でも何でもいいから、とにかく自分のリズムで刺す。だけど、動かすのは針の方を動かさないで、この素材の方を動かす。固める素材の方。したらどういう角度で刺そうが、もう常にこの右手は機械のように、もう同じポイントしか刺さない。同じ動きしかさせないつもりで、素材を動かす。素材を動かす。同じ角度で刺し続ける。でやる。で、慣れてきたら、この刺しながらね、ニードルの方を動かしていけばいいんだけど、これもやっぱりね、さっきみたいに急いでやると針が曲がっちゃうから、やるなら、例えば5回ずつ刺すようにしようか。1、2、3、4、5。ずらして、1、2、3、4、5。刺すのはさっきと同じで、素早く刺せばいい。でも、抜いて、ずらすときはゆっくり落ち着いてやる。ポイントずらして、はい、次。ポイントずらして、ちょっとだけポイントずらして、これの繰り返し。これが慣れてきたら、ただその動きが速くなるだけだから、まるでこう一連の流れで動かしているように見えるけど、実はやってることは
これが速くなってるだけなのね。そこを勘違いしちゃダメ。というところでね、ちょっとワンポイントアドバイスじゃないけど、そういう感じで刺してってみてください。するとね、無駄に針折ることなくね、刺せるようになってくると思うから。あと、最初見せたようにこうやってね、毛糸で縛ってるのには訳があって、こうギュッとね、圧縮して、こう、針でわざわざ固めなくても、こうね、ある程度のこの硬くなっている状態を作るために毛糸で縛ってるんだから、だから必要以上に奥まで刺す必要ないのね。僕の感覚的には、もうほんと、これぐらいまでしか刺してないかな。ほんと表面が固まればいいっていう感じで。そうだね、2センチくらい刺してるかな、針。それ以上深く入れる必要はないから、もう自然にこう刺さるポイント、こう、サクって刺して、ダーツみたいにサクって刺した時に、ちょっと止まるじゃない。もうそこぐらいまでしかね、刺してないです。それ以上深く刺しちゃうと、やっぱりね、こういろんな面を刺していくけど、どうしてもこのね、こういう風に針が刺さっていくわけだから、深く刺すとね。すると何度も何度も、こう中心付近が何度も何度も針が刺さるわけじゃない。すると、中心が繊維破壊起きてしまって、こう、ざく切りしちゃうからね。だから、中がザクザクになって固まらなくなっちゃう。表面しか刺さないっていうことは、これ、せいぜいこれぐらいしか刺さないから、中心部分はさ、この部分はね、そんなに針が当たらない状態が続くから、だから繊維破壊が起きにくい。というところでね、あまり深く刺しすぎない。そして、抜き刺しはまっすぐ刺してまっすぐ抜く。もうとにかくこれ。これをね、徹底してやるようにしてください。あとね、最後にちょっともう一つ言っておくと、こういうね、大きなホルダー使って、こういう風に、大きなところをこういう風にさ、こうやってね、刺していくときって、気をつけなきゃいけないのは、やっぱりこの、なかなかの力が入ってるから、だから僕はね、絶対こうやって握らないのね。もう、ほんとこの指3本ぐらいでしか握ってない。で、不必要な力がかからないようにしてるのね。で、これはなぜかっていうと、必要以上に力入れて刺しすぎて、こう、固めすぎないようにしてるっていうことと、あと、そのニードル折るのを防ぐためにあまり不必要な力を加えないっていうこと。で、もう一つがね、万が一、指刺した時に、これ握ってたらね、これで刺しちゃうとね、もう、本当可能してね、なかなか治りがね、悪くなるぐらいのね、深さの傷を負ってしまうから、そういうこともね、考えて、大きなホルダーで刺すときはもうほんと指3本くらいで、指だけで支えて刺すようにするといいんじゃないかなってね、思います。はい、そんなところでね、今日簡単なワンポイントアドバイスというところでね、話をしました。ぜひね、針折れてね、なかなかうまくいかないっていう人はね、やってみたらいいんじゃないかなと思います。はい、それではね、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。